この1週間、テスラは大きく動きました。ロボタクシーがついに現実になり、実際にアメリカの街を走り始めました。同時に株価は大きく上昇し、AI 戦略や自動運転技術も着実に進化しています。しかしその裏では、欧州での販売不振や規制の壁、そして一部メディアの過激な報道など課題も見え始めています。結果として株価は大きく上がった後に元に戻すという流れにもなっております。おはようございます。ケンです。今日は2025年6月の第4週、6月23日から28日までの1週間に起きたテスラに関するニュース、ロボタクシーの詳細な運用内容から、それを支える AI の進化、株価に対するアナリストの評価、そして欧州で起きている問題まで、投資家とオーナーの視点からそこから見ていきたいなと思っております。テスラオーナーの方にも株を保有している方にもこれからの判断材料になる内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にお伝えしたいのは、テスラのロボタクシーがついに現実のサービスとして走り出したというニュースです。2025年6月22日、アメリカ・テキサス州のオースティンにて、テスラがロボタクシーの正式運用をスタートさせました。今回使われている車両はモデル Y がベースです。ユーザーはテスラアプリから目的地を入力し、ボタンを押すだけでロボタクシーが迎えに来てくれます。ドライバーは乗っておらず、車内にはセーフティーモニターと呼ばれるテスラの社員が同乗して安全を監視しています。料金は一律 4.2 ドル、日本円でおよそ600円程度です。これはアメリカの他の移動手段、例えばウェイモやウーバー、リフトと比べても圧倒的に安く、衝撃を持って受け止められております。しかもチップは不要です。SNS では実際に乗ったユーザーから昼も夜もスムーズだった、静かで快適だったといった声が多く投稿されています。一方で一部のメディアは逆走している、急ブレーキが多い、スピード違反の動きがあるといった不安を煽るような報道も出ています。ただしテスラによれば、全てのライドには社員が同乗しており、事故は一件も起きておりません。そのためこうした報道が事実をどこまで反映しているのかについては、冷静に判断をする必要がありそうです。このロボタクシーの仕組みを可能にしているのが FSD、つまり完全自動運転機能のソフトとなっております。この FSD について少しだけ補足しておきますと、テスラが長年開発している自動運転ソフトで、カメラのみで周囲を認識し、人間のように運転できることを目指したシステムです。その FSD がついに実際の街で走り始めたというのは、テスラにとっても自動運転業界全体にとっても歴史的な出来事と言えるんじゃないかなと思います。ではこのロボタクシーが街を走るようになった今、その進化を陰で支えている重要な存在があります。それがテスラ社内でプロジェクトヘイローと呼ばれる特別仕様のモデル Y です。このプロジェクトヘイローの車両は外観からしても通常のモデルとは違っています。リアウィンドウの上部には大きなハウンジング、つまり箱のような装置が取り付けられていて、そこに通信機器やセンサー類が格納されています。この装置が何を意味しているのかというと、走行中にリアルタイムでデータを収集し、それを FSD、つまり完全自動運転の AI にフィードバックしているんです。言い換えれば、この車両は走る教師です。実際の道路環境や人間の挙動に対する反応を学び、それを FSD の学習に反映させているということになります。また、この車両の後部バンパー付近には不思議なバーのようなものが取り付けられています。これが何なのか、公式な説明はまだ出ていませんが、多くの専門家はワイヤレス充電の受電装置ではないかと見ています。実はテスラは以前、ドイツのウィフェリオンというワイヤレス充電技術の会社を買収しています。その技術が今まさにプロジェクトヘイローで使われている可能性があるんじゃないかというところになっております。つまりテスラは将来的にロボタクシーが自動で走り、自動で充電までをする。サイバーキャブはもともとそういったコンセプトでした。しかしこのモデル Y にもそのコンセプトを使っていくんじゃないかなと思います。そしてそういった世界を想定してすでに準備を始めているということになるのではないでしょうか。表に見えるロボタクシーの運用とその裏で進む AI とインフラの整備、
この2つがセットで動いていることがテスラの戦略の本質だと言えるかもしれません。そしてテスラが進めているのは自動運転だけではありません。その先にある自律型ロボットという未来にも着実に歩みを進めています。その象徴的な存在が人型ロボットのオプティマスです。今週イーロン・マスクさんは自身の X アカウントでオプティマスの V3 に新たにグロックの音声 AI が搭載されることを明らかにしました。このグロックはイーロン・マスクさんが率いている XAI の企業が開発している大規模言語モデルで人間のような自然な対話ができるのが特徴です。つまり今後のオプティマスは単に動くだけではなく話しかけると返事をしたり仕事の指示を聞き取ったりできるようになるということになります。倉庫や工場での作業はもちろん介護やサービス業など様々な分野での応用が視野に入ってきます。さらに注目されるのはテスラがこの AI 分野の人材強化を加速している点です。先日 GM の自動運転子会社であるクルーズでオートノミー部門のトップを務めていたヘンリー・クワンさんがテスラに加わりました。彼は新たに自動運転のための AI ディープラーニング部門のディレクターに就任しています。このヘンリーさんの専門はライダーなどのセンサーを使った高精度の自動運転技術です。しかしテスラはカメラのみの環境を把握するビジョンオンリーという戦略をとっています。このビジョンオンリーをさらに精度高く実用レベルまで持ち上げるためのキーパーソンとして彼が採用されたと考えられます。つまり今テスラは自動車会社という枠を超え AI を核にしたテクノロジーカンパニーとして進化の真っ最中にあるということになります。自動運転と人型ロボット、そして自然言語の AI、これらが連動することでテスラの未来はますます自律化に向かって加速していくんじゃないかと思います。ではこうしたロボタクシーの始動、AI 戦略の加速、このような動きに対して株式市場はどのように反応したのでしょうか。まず今週テスラ株は一時350ドルを突破し、投資家の間で強い関心を集めました。これはロボタクシーという新たな収益源が現実に立ち上がったという期待感によるものです。さらに注目されたのはアメリカの証券会社ベンチマークが出したレポートです。このアナリストチームはテスラの目標株価を従来の350ドルから475ドルへ引き上げました。その理由として挙げたのがロボタクシー事業の収益化の可能性、ビジョンオンリー戦略の技術的優位性、そしてテスラの財務健全性です。つまり短期の売上や納車台数よりも中長期の成長ストーリーに重きを置いた評価です。一方でスイスの大手銀行である UBS は依然として慎重な立場をとっています。彼らはテスラの目標株価を215ドルに据え置き、ロボタクシーが安定した利益を出すまでには時間がかかると指摘しました。また四半期ごとの納車台数、いわゆる Q2 の納車数に関しても市場では前年同期より減少するのではと予測されています。欧州、中国、そして北米すべての地域で販売台数が鈍化傾向にあり、これは短期的な株価の重しになる可能性もあります。とはいえ、現在の株価は将来性に支えられて上昇基調にあります。ロボタクシーが実際に走り始めたことで、投資家の視点がいつかの未来から今現実に進んでいるものへと切り替わりつつあるんです。つまり短期的な数字を見るか、それとも長期の可能性を見るか、投資スタンスによって評価が分かれるタイミングに来ているということになります。はい。では、ここまでアメリカや AI 分野での前向きなニュースを見てきましたが、実はテスラにとって欧州市場では厳しい現実が続いているんです。まず2025年5月の EU 圏における販売台数は前年同月と比べて約 40.5% 減少。これは5ヶ月連続の販売減少であり、テスラの市場シェアもわずか 1.2% にまで落ち込んでいるんです。この背景にはいくつかの要因があります。一つは中国の EV メーカー、BYD や SAIC との価格競争が激化していること。もう一つは新型モデル Y の投入が欧州ではまだ本格化しておらず、ラインナップの鮮度が不足している点です。また、イーロン・マスクさんによる一部の政治的な発言や SNS での活動がブランドイメージに悪影響を与えているという見方も一部出ています。加えて、フランス政府からは FST、つまり完全自動運転という広告表現が誤解を招くとして是正命令が出されました。対応しない場合には1日あたり5万ユーロ、
およそ680万円の罰金が課される可能性もあります。さらにスウェーデンのストックホルム市では FSD の行動テストそのものを拒否するという動きがあり、現地のテスラオーナーたちが抗議キャンペーンを展開しています。このように欧州ではテスラの技術が進化している一方で、法律、政治、社会の壁が立ちはだかっている状況です。テスラがグローバル展開を加速するためには、こうした各国ごとの規制や文化的な受け入れに対しても戦略的な対応が求められていると言えるのではないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。今週のテスラはまさに未来が現実に変わり始めたことを感じさせられる1週間となりました。ロボタクシーの運用がついにスタートし、ユーザーの手に届く技術となったこと、その裏で支える AI の進化、そしてオプティマスやグロックといった次世代技術への布石、さらに株式市場の評価が大きく動く中で、欧州では販売減少や広告規制といった現実的な課題も浮き彫りになりました。テスラは今、これまでの自動車メーカーという枠を超えてテクノロジー企業としての進化が問われるフェーズに入ってきたと感じます。そしてその変化の最前線に僕たちは今立ち会って見ているということになります。はい、ということですけれども、皆さんは今回のニュースをどう感じられましたか？ロボタクシーの本格的な始動はチャンスだと思いますか？それともまだリスクが大きいと見ていますか？ぜひ皆さんの意見っていうのをコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 322.16 ドルで、今週末が 323.63 ドルということで、これはあまり変わらないが正解です。ロボタクシーの翌日一気に上がりましたが、その後下げ、結局あまり変わらないという結果です。実は先週は下がるではありましたが、これはあまり変わらないギリギリでの下げだったんです。それを踏まえると2週間あまり動いていないということになります。さて来週は Q2 の納車台数の発表もあります。そこで動く可能性があるんじゃないかなと思いますけれども、今のところ納車に関しては結果が悪そうなので株価もどうなるのかというところじゃないかと思います。ではですね、皆さんの結果を見ていきたいと思いますけれども、今回は527票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 69% でしたけれども、結果としてはあまり変わらないという結果なので 11% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、残念ながら全員不正解という結果となっております。今週はめちゃくちゃ難しかったんじゃないかなと思います。そしてこのアンケートですが、4週連続正解された方には今、社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこのアンケートですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役に立つとも思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりさ
されてみてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。はい、ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらえればと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。はい、ということですけれども、今日はテスラのイベントである TOCJ が横浜の方であります。僕自身も参加するために昨日東京の方に来ました。そして昨日はテスラオーナーの方たちといろいろとね、貴重な体験をね、させていただいたんですけれども、今日は TOCJ 初参加です。今日は TOCJ 初参加です。今日も本当にすごい楽しみだなと思っておりまして、一体どういったイベントなのか、どういった情報が得れるのか、それを楽しみにね、参加しようかと思います。はい、では今日も皆さん最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な日曜日をお過ごしください。ではまた。